古いトンネルを抜けると、そこは静岡県熱海市にある來宮神社です。相変わらず場所がちょっと悪いですね。あとチャンネル登録をお願いします。大変なんです。場所については概要欄にマップリンクを貼っていますので参照してください。熱海に観光に行った際にはここをほとんどの人が訪れると思います。魔改造レベルの大改修ですっかり人気のおしゃれスポットになりましたね。狭い敷地の神社ですが、プロの建築業者でもコンサルに入ったのか見栄えのある神社に生まれ変わっています。通路の両脇に竹を植えていますね。そして左側を整地して鳥居くぐり、お稲荷さんは集客の基本ですね。これも真新しいな。ライトアップ用の設備もありますね。至せり尽くせり。こっち側は何を作ったのだろう。川沿いにデッキを置いたのね。おしゃれ。設営は公園業者なのかな。それっぽいね。これも新しいね。右側を整地して配置と、石碑は古いな。この木が境内の大楠の生き残り。かつて奥の天然記念物の1本と合わせて7本あったそうです。そのうち5本は売却済み。
神社に犬を連れている非常識な人がいる。神道では犬は四つ足の不浄なもので汚れの対象です。犬が神社で糞尿とかしたらどうするんだろう。ここもただの道だったのをおしゃれにリニューアル。笹とコンクリートで側を表現しているのかな。笹はまだ植えたてなのか隙間もありまばらですね。詰まったら綺麗だろう。はい、これが樹齢2000年の日本第2位のオークスです。天然記念物です。ちゃんとデッキを周囲に配置して周回しやすくしています。奥に展望用のデッキも見えますね。ご神木もあまりの周囲の変わりように驚いているか。ウィキには参拝者が4倍とか書いてあるが、今ではもっと増えていそう。儲かっているんだろうな。全国の神社はここを参考にしてリニューアルした方がいいね。まだ新コンテンツを建設している様子。
神社に落ち葉でハートの形を作るだけで写真スポットに早変わり。公園だとすぐにこういうのは蹴散らされる。神社だと汚れがあるから悪さできないですね。お参りしましょう。汚れとか罰が当たるとか海外の人にもわかるのだろうか。例えば教会やモスクの中では悪いことはできないような感覚。神様や仏様が見ているよ。いい景観に改修したよね。原型が思い出せない。こないだ行った上野の秋葉神社とかここを見習って改修したら良くなると思う。駅に戻る際に海が見える景色が良いのでカメラを回します。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。次に向かいますよ。